通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、アサシンクリードシャドウズからの話題になります。ついに発売日を目前に控えまして、日本での本格的なプロモーションがスタートしました。するとですね、またこれで吸ったもんがあるようなんですね。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。では本題に入る前にですね、昨日トランプ関連の動画2本同時に公開しました。ですので扱い的には2本目の動画の方、こちらにね気づいてらっしゃらない方いらっしゃるかもしれません。まだねご覧になってないよという方、この動画の後でも構いませんので、ぜひご覧になってください。このトランスジェンダーを制限する法律が今後も含めてね、どういった立ち位置にあるのか、それはねこちらの動画ご覧になりますとよくわかるんじゃないかなと思いますんでね、概要欄から飛べるようにしておきます。さあそれでは本題です。今回ですね、2月の6日にアサシンクリードシャドウズの日本でのプロモーションが本格的にスタートしました。するとですね、X ではこれに対しての反応というのはかなり辛辣なものとなっておりまして、さらにはですね、UBI ソフトジャパンから案件を受けた日本人の YouTuber さんも炎上してしまうということで、このアサシンクリードシャドウズに触れてしまうと軒並み燃えてしまうと、こういう状況は変わっていないようなんですね。で、このアサシンクリードシャドウズの延期した3月20日ですね、これリリース日になりますが、以前もお伝えしました。これはディズニーの実写版白雪姫と同じ日になっておりまして、やっぱりね、時期が同じになるんですね。ほぼ同時に、この実写版白雪姫も日本でのプロモーションが本格的にスタートしました。で、この白雪姫とアサシンクリードシャドウズ、日本でのプロモーションに関しては、白雪姫に軍配が上がったようで、それがこちら。昨日ですね、2月の7日に、これまさにね、ポストされているんですが、実写版白雪姫、プレミアム吹き替え版、声優発表。白雪姫の運命の人、ジョナサン役に、河野純喜さんが決定。ずっと憧れて夢見ていたというディズニー声優。そしてここですよ。圧倒的な歌唱力にディズニー本社も絶賛ということでですね、この実写版白雪姫の日本版の声優、このジョナサン役に JO1 というアイドルグループの河野純喜さんが起用されたと。そしてその時の模様がね、映像として上がっているんですね。するとですよ、なんと皆さん、この一文です。ここね、圧倒的な歌唱力にディズニー本社も絶賛。この一文で、なんとその横見てください。ここです。ディズニー本社、トレンド入りしました。このアイドルパワー、やばいですね。皆さん、実写版白雪姫関連の話題が日本でトレンド入りするなんて想像できましたか？ウィッシュの福山さんの件もそうですが、この起用する声優力でこれを売っていくというね、素晴らしいですね。そしてこちらが YouTube に上がっているその動画になるんですが、ここね、見てください。はい。白雪姫関連にもかかわらず、レビュー本も受けていないというね。ただこれですね、面白いのが、本当にただ単に、このね、アイドルの方の動画になってるんですよ。ですので、コメント欄ね、見てください。純喜おめでとう、おめでとう、純喜くんおめでとうということで、白雪姫の話は誰もしていません。で、こちらね、日本版の予告編も公開されました。するとこちらね、やっぱりね、低評価かなり危うい感じになってしまっておりまして、ここでもですね、ポジティブなコメントは、このね、河野純喜さんに関してのものばかりで、あとはね、いつも通りの感じになっているというような状況ですね。そしてね、これと時を同じくして同様に日本でのプロモーションを開始した、こちらね、UBI ソフトジャパンですが、アサシンクリードシャドウズスペシャルプロモーションムービー公開。俳優の伊沢沙織さんとダンテ・カーバーさんが主人公である直江と安家の衣装に身を包み登場。キャラクターを再現したアクションやハイクオリティな衣装にぜひご注目ください。ということで今回ね、新たに日本版としてのこういった PV というのを公開したんですね。で、これはね、こちらです。このね、UBI ソフト、京都でこのアサシンクリードシャドウズのイベント、これをね、開催したんですね。UBI ソフトは本日2月6日、京都の歌舞伎劇場である南座で3月20日に発売予定の最新作、アサシンクリードシャドウズのイベント、アサシンクリードシャドウズショーケース in 京都を開催した。ここではね、こんな感じでイベント開催しましたと。先ほどね、言っていました、こちらが伊沢沙織さん。なんかね、ウィキペディアによると、スタントパフォーマーということみたいですね。そしてこちら、安家役はダンテ・カーバーさんと。この方ですね、ソフトバンクのCM に出た、このダンテ・カーバーさんが今回、イベントでね、安家役をやっていたと。そしてね、UBI からも来ていたようで、
こちらね、UBI の社長、オザン・コチョール氏。そしてね、いつもの人いますよ、はい。毎度毎度ユーザーを煽ってしまうことでおなじみの、エグゼクティブプロデューサー、マーク・コテ氏ということで、鏡割りなんかもしていたようですね。そしてね、こんな感じで日本の声優陣、登壇したということで、ここでね、いろいろ掲載されているんですが、ここですよ、はい。新田真剣佑さん。この人もね、出演しているんだそうで、今回イベントに登壇したということなんですね。で、皆さん覚えてますか？このね、新田真剣佑さん、ワンピースでね、ゾロ役やってたでしょ？で、ゾロといえばね、アサシンクリードシャドウズのパリのイベントで、ヤスケの刀として、ゾロの刀飾ってたでしょ？で、多分そこつながりなんですかね。つまり、こちらのポストというのは、このイベントに関連したポストだったんですが、案の定ですよ。これはね、かなり燃えてしまっているんですね。で、ここにね、クレジットがあるんですが、ここにもね、少ないんですが、リプがついていると。誰も知らん人だけど、ゴミ会社の仕事を受けるとか恥を知れよ。反日に加担したリスト。フランス企業の真の文化登用に協力した日本人のリスト。そしてこれに対して、いつものが来てるんですね。これね、朝栗の公式じゃないですよ。紛らわしいですが、朝栗のファンカウントですね。他の文化や人々と出会うことにオープンな日本人のリスト。ということで、このようにね、レスバが始まると。こういった状況になっています。で、これに関してはですね、こちらプクタがね、日本人の YouTuber さんが、シャドウズの案件で燃えてしまったというポストね、したんですが、これに対してのリプで、こちらの方もね、指摘しているんですが、初コミ失礼いたします。いつも活動を応援させていただいております。ありがとうございます。公式のイベント告知ツイートに、少しでも否定的なコメントをすると、謎の外国人ユーザーから、英語で猛反発される、といういかにもな現象が起きており、UBI の社員がネチネチ工作していると噂されても信じてしまいそうです。で、こちらはですね、UBI の工作というのは一旦置いておきますが、この構図自体は、ここでね、実際に起きているということですね。こちらもそうですね。親会社がフランスだからといって、日本を舞台にして何が悪いんだと。文化登用って何言ってるんだ。人種差別のネット上よと。女の子は可愛い。でも刀おもちゃって丸分かりです。もうちょっとそれなりの刀用意してあげたら、音楽は中国、演出スモーク、ライトのみ、金ないんだな、買わないけど。これにかける予算をもっとまともな学者やコンサルを雇うのに使えばよかったのに。それでも買わない。なぜなら日本の民を平気で斬首するんだから。コスプレチャンバラごっこにお金使う前にもっと使うところあったと思いますよ。日本を侮辱するような下船なゲームにここまで関わることになってしまった方たちがかわいそうですね。ということでね、このポストに関しましては、上の方はね、まだいいんですよ。伊沢沙織さんのね、ファンの方とかもいらっしゃって、すごくいいねと言ってらっしゃる方もいることはいるんですが、少し下に行くとですね、もう、いつものよく見る光景ですね。あれが広がっているというような状況になっています。そんな中、一番割り食ってるんじゃないのかなというのがこの方で、ちょっとね、お見せしませんが、少し前にね、日本人の YouTuber の方が、UBI ソフトジャパンから案件を受けましたと、そして先行プレイをしましたという動画を出したんですね。で、これが炎上しました。で、この方、女性の方でね、すでに、これに対しては釈明の動画等も出しておりまして、で、皆さんこれ、とつって暴言吐くのとかやめましょうね。現在ですね、このプロモーション動画に関しては、高評価に対して、6倍近い低評価がついてしまっておりまして、普段ね、こんなこと絶対ないですから、かなり驚いたんじゃないかなと思いますね、この YouTuber さんも。おいおい、まさか日本人で案件もらってる人がいるとは思わなかったぞ。正直、いろんな人から批判や落胆のコメントが来るのは仕方がないと思う。どの案件を受けようが人の自由だが、こんなゲームを作った会社の案件を受けるとかありえねえわ。アサシンクリードシャドウズに関わるのはやめましょう。とうとう無断で、震災の被害写真まで使ってる暴挙に出ましたから。これちょっと後ほど見ますね。差別を助長する行為はやめた方がいいですよ。なんでこんなレビューするのか神経を疑う。ということで、このコメント欄もですね、壮絶に燃えてしまっているというような状況なんですね。で、先ほどありました、震災の写真云々の件ですね。こちらおなじみ TK8D323 まとめてくれてるようですので、ちょっとご紹介しますが、ちょっと待ってください。やっぱりね、同じこと言ってますね。はい。なるほど。ジャパンエキスポの朝栗ブースで、ゾロの刀が展示されていたのはこの伏線だったのかと。これみんな思いますよね。まずこちらです。これね、ごちゃんスレからの引用のようですが、朝栗シャドウズのアートブックあったでしょ？鉄砲隊さんの件でおなじみの。一部がですね、現在リークされているようで、その内容がもうすでにね、出回ってると言われているんですね。お寺の修繕のためのクラファンに載っている動画からコピペして、コンセプトアートを作っていたとな、ということで、これね、上下比較ありますが、コンセプトアート、これね、全く同じじゃんと、このように指摘されてるんですね。こちらがね、日本のクラファンのページに掲載されている写真で、こちらがアサシンクリードシャドウズと。で、こちらね、ここにクレジット入ってるんですね。で、調べてみると、インスタのアカウントも出てくるので、これ本当なのかもしれませんね。で、これ実際どうなんですか？社内で完結しているコンセプトアートであれば、全然あることだと思うんですね、こういうのって。ただこれ、高額のセットとして売っちゃってるわけでしょ。これ本当だとしたら、どうなんですかね。そしてこちらもそうですね。ゴーちゃんスレからの引用になるけど、このリーク画像が事実だとしたら、さすがにまずいかと。
熊本地震で倒壊した阿蘇神社と2018年の大阪地震の画像を使用したと思われる箇所とのこと。これを売るつもりだったのということで、それがね、こちらになるんですが、こちらがね、実際に地震で倒壊した建物ですね。で、この2つを掛け合わせてこれを作ってると。で、それがね、こちら文春オンラインに掲載されている共同通信からの写真ですね。このね、下にもあるんですが、これ、ほら。これでしょ。そしてこちら。なんか追加で、阿蘇神社の写真を使用しているアートが見つかっているらしい。すごいな、ごちゃんの特定班ということでごちゃんにいるんですね。それがね、こちら、大新ホームさんのサイトですね。ここにこの写真載っているんですが、これがこちらに使用されていると。そしてこれが売られていると。そうするとまたね、ここで来るわけですよ。私が美術学校に通っていた経験からすると、これは特に珍しいことではありません。これは制作の初期の段階なんです。この人何の話をしてるんでしょうか。ただこの段階でここまで噛み合わないのもすごいですけどね。はい、ということで本日はですね、アサシンクリードシャドウズが日本で本格的にプロモーションをスタートさせまして、これが方々でまた燃えてしまっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。で、以前もお伝えしました。これはね、実写版白雪姫と同じ日にリリースされます。なんですが、少なくともですね、日本に関しては、今回のね、これとこちら見ていただくとわかりますが、もうね、この白雪姫なんかよりも、このアサシンクリードシャドウズの方が、この問題は根深いですね。ここすごいでしょ、皆さん。アサクリシャドウズのこの横に、白雪姫関連のトレンドがあるというね、もうすごい光景になっておりますが、で、今回ね、このアサクリシャドウズに出演するとしまして、こちら、真剣佑さん、様々なインタビューを受けているんですね。そんな中で、日本の良さがプラスされていて素晴らしいということを語っているんですね。ただ正直ね、今回の騒動を知ってる人にとってみたら、こういった発言というのもね、逆なでするんじゃないかなと思ってしまいましたね。で、これに関してはね、やり方というのはちゃんとあって、こちらね、記憶に新しい方も多いかもしれません。2023年ですね、バーベンハイマーの炎上というのがありました。バービーのね、本国の公式アカウントが、バーベンハイマー、つまり、オッペンハイマーとバービーを掛け合わせた、原爆を扱ったミームを投稿した某メディアに対して、のんきなリプライをしたんですね。これにより日本で大炎上しまして、ワーナージャパンに関しては本国に対して抗議をするということになりました。するとこれを受けまして、ここね、バービーの声優、高畑充希、米公式 SNS 騒動にイベント出演自体も考えた。今回のニュースを耳にしたとき、怒りというよりは正直、不甲斐なさが先に押し寄せてきました。今回の件は本当に残念です。他人事ではなく、考えてもらえるにはどうしたらいいんだろうと、声を上げるしかないのかなと、もやもやする中で今日という日を迎えてしまいました。と複雑な胸中を明かす。ということで、日本版のね、声優に起用されました、この高畑充希さん、この件に関しては、はっきりと言及しまして、これによりね、少なくともネットでは大変株を上げたんですね。だからね、今後日本でこれだけ燃えている、燃え方としてはバーベンハイマーの比じゃありませんから、仕事上仕方なくね、この作品に関わらざるを得ないような日本の方は、もしかしたらこのムーブというのは参考になるかもしれませんね。そして先ほども見ましたが、3月20日、このアートブックの情報、一斉にダーッと出てくると思います。もしかしたら発売後の方がむしろ荒れるかもしれませんね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。